どうも美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。はい、今日はですね、こちらの動画のリメイク版後半です。前半では B から F カップまで成長した成長期を無駄にしない5つの習慣についてお話ししましたが、後半は成長期はもう過ぎちゃったんだけど、じゃあ諦めるしかないのっていうような大人女子に向けての動画になります。結論から言うと、大人になってからでも平均して2カップくらいは大きくすることは可能だと思っています。というのも私もそうでしたけど、過去のバストアップ動画のコメント欄を見ていても、だいたい2ヶ月から半年くらいで2カップくらい大きくなったっていうご意見が一番多いからです。年齢層も20代から60代くらいまで毎日様々な方からご報告いただきますので、ご自分とね近い状況の方もいらっしゃると思うので、ぜひコメント欄も活用して情報交換してみてほしいです。もちろん人によってはそれが1カップだったり4カップだったりする方もいらっしゃいましたし、体のことなので体質的にどうしても何食べても太れないっていうような方もいらっしゃるので、あくまで平均にはなりますけど、私のバストアップ方法はなんかこう怪しげなサプリをおすすめしたりとか、高額なクリームを塗り込んだりとか、お金のかかることではなく、基本的なね生活習慣とか姿勢を正して血流を良くして栄養をきちんと届けたり、ホルモンの分泌を妨げず活性化させようとすることなので、もともとねそれが完璧にできているっていう方は、そこからさらに同じことをしてサイズアップを図るっていうのは難しいかもしれませんが、おそらくね大人になればなるほどそういった基本習慣が乱れてくる方がほとんどだと思いますので、今までの生活習慣に自信のない人ほど可能性を秘めているはずです。あとね、大人になってからのバストアップのお話をすると、必ず東京だろ勢の方と遺伝だろ勢の強い意志をお持ちの方がいらっしゃいますので、一応そちらも動画の最後に触れます。モヤモヤを抱えたままだとね、一番大事な継続するっていうことが難しくなってしまうので、それではお待たせしました。私の8年間止まっていたバストサイズが無理に太ったりとか何か手術を受けることもなく、無意識に2カップアップした2つの習慣についてお話していきたいと思います。それではやってみましょう。レディゴー。簡単に言うと、その2つとはマッサージとストレッチです。まずマッサージから紹介していきます。2年前から進化している部分もあるので、やり方知ってるよっていう方ももう一度ねちゃんと理解できているかチェックするような気持ちで見てみてください。そもそもね、このマッサージは私は胸を大きくするつもりじゃなくて、二の腕を細くしたくてやってたんですが、やり始めて 1,2 週間くらいで目で見てわかるほどみるみるね二の腕が細くなっていって、これめっちゃいいじゃんと毎日欠かさず続けていたら、2ヶ月後くらいかな、なんか生理でもないのにブラがきついなと思って新しいブラを買いに行くと、店員さんに H カップを勧められるという珍事が起こったわけです。そもそも大きい胸の方が美しいとか思うタイプじゃなかったので、なんかでっか怖っていう印象でしたし、20代後半で成長期なわけないし、当時はてっきり二の腕の脂肪が胸に移動したんだと思ったんですけど、後々調べると医学的に脂肪細胞は移動しないと言われているようで、じゃあ何が起きたのっていう話はこちらでしてるので、たまに美容整形のドクターがマッサージでは大きくならないって言ってたなんてコメントも見かけますが、こちらを見てもらえたら、そういうことねって安心できるかなと思います。はい、では下準備に入っていきましょう。マッサージする部分全体の滑りを良くするために、いつもはお風呂で体洗うついでにやることが多いんですが、今日は動画なので入浴後のクリームを塗っていきたいと思います。あとクリームの質問よくいただくんですけど、クリームはね肌にいいものなら何でもいいのでいつもスルーしちゃってましたが、何でもいいなら部長が使ってるものを知りたいのよって怒られたので、今日はね答えます。私はビオメディさんのベビースキンミルクってやつを愛用してます。フローラルハーブの香りですね。少量でも伸びがいいからコスパもいいし、私敏感肌なので本当に無添加で体に優しいものしか使えないんですよ。このスキンケアブランドさんはよくある蓋をして水分を閉じ込めるとかじゃなく、肌表面の常在菌をコントロールして自分の中にある保湿力を高めてもちもち肌にしてくれるので、最初はね顔用を使ってすごい肌質が変わってドハマりしたんですけど、最近ようやくね体用を作ってくれたので案の定間違いなくてリピっております。概要欄にも貼っときますね。マッサージ専用とか育乳専用クリーム使った方がいいんじゃないですかとも言われるんですけど、肌からね成分を入れようとしてもお肌にはバリア機能ってもんがあって、変な成分が勝手に浸透しないようになっているので、そのクリ
リームの成分のおかげでお胸が大きくなるわけではなく、マッサージでリンパの流れが良くなったり乳腺が刺激されることによって大きくなっていると思うので、私の持論ですけど別に専用のクリームとかじゃなくて全然いいと思います。ちなみにボディーソープはダブのプレミアムモイスチャーケアっていうのを使ってるんですけど、ほんと肌がね薄いのでたまにピリピリしちゃって、まだボディーソープはビビッとくるものに出会えてないので、逆におすすめあったら教えてください。はい、ということで滑りを良くしたら姿勢を正してマッサージに入っていきます。日本人の女性は猫背で腰が反っているこういう姿勢の方が多いようですが、美ボディ作りにはね姿勢はかなり大事なので、肩を開いて顎を引いて頭からお尻までがまっすぐになるように座りましょう。短縮バージョンとかも今まで紹介してきましたが、今日は王道のグラマラスレンダー習慣にも載せた通りの順番でご紹介していきます。まずは耳下から鎖骨へ、耳の前と後ろにあるちょっとへこんでいるようなところからスーッと鎖骨までピースで挟むようにしてゆっくり流します。力はクリームで滑りが良くなっているので、それに合わせて軽く押し流す程度。反対も同じように。回数も多ければ効果が高いというものでもないので、量よりもね毎日の癖にする方が大事です。次は鎖骨から脇、鎖骨もピースで上下から挟み脇までゆっくり流します。腕を上げるのが辛い方は手をパーにして片方ずつ流したり、グーの第一関節でグイーッと流しても OK。 結構ね老廃物が詰まっちゃってる方はくすぐったかったり痛かったりすると思うので、最初はねピースとかパーで優しく滑らせる程度から始めてみてください。続いてさあ来ました、液化リンパ節。脇に4本指をブシュッと刺してこの辺りをもみもみします。前に太もも痩せの動画で鼠径リンパ節は下半身の排水口みたいなもんだって話をしましたけど、液化リンパ節はその上半身版で、ここが詰まっているとキッチンの排水口みたいに汚水が溜まって、いくら周りのゴミを集めてきてもちっとも流れていかないので、マッサージで全身お掃除する前に必ずほぐしてゴミが流れやすい状態にしておきましょう。続いて二の腕をほぐします。さあ二の腕を細くしますよ。二の腕の太さが気になる方はちょっと強めに絡みついた脂肪をね引き剥がすつもりでつまみ揺らします。ただボディーソープがついていると滑ってねあんまり力が入らないと思うので、私はつまみ揺らすのは湯船に浸かっている時間にやっちゃって、ここではねグーで二の腕の周りを1周分ほぐして流していきます。そして肘を掴んで液化リンパ節へ優しく流します。液化リンパ節は先ほど揉んでほぐしておいたので、詰まりのない排水口にゴミをノンストレスに流していく感じですね。続いて二の腕を細くされたい方必見の動き。片方の手を上げてもう片方の手を肩甲骨あたりまで伸ばし、指先にやや力を入れてグイーッと脇の下まで流します。これほんと効果絶大ですからね、本当に騙されたと思って二の腕細くした人やってみてほしい。ちなみにお胸を大きくされたい方は液化リンパ節までじゃなくてデコルテあたりまで流すと効果があったように感じます。これねコメントでも本当に二の腕細くなったって共感してくださる方が続出していて嬉しいです。私もね今まで何やっても二の腕だけは細くならなかったんですけど、これ始めてほんと 1,2 週間ぐらいでみるみるこの辺がね薄くなっていったんですよね。もっとこの辺ねブーってしてたんですよ。当時から私は全身マッサージしつつ体を洗っていたので、どうせなら二の腕だけじゃなくてこの時間に胸もね形悪くならないようになんかマッサージしときたいなというふわーっとした知識でバスト周りにまで手を伸ばしました。そのせいでおそらく二の腕が細くなっただけでなく無意識にお胸も大きくなったようなので、胸を大きくされたい方はここから特に注目してみてください。二の腕だけ細くしたい方はねここでやめといた方がいいと思います。さっきの二の腕の動きと似てるんですけど、もう少し下の奥の方にまで手を伸ばして、次は脇の下ではなくバストトップの方に向かって流します。この動きはね最近新しく取り入れている動きで、前鋸筋という肋骨の横についている筋肉が凝り固まるとお胸を横に引っ張って離れ乳の原因になっちゃうので、肋骨に沿うように指を当ててこっちだよーと導いてあげます。ちなみに奥まで手いかないんですけどっていう方は反対の手でね肘を軽く押してあげると遠くまで届きやすくなるので試してみてください。次は肩の上に手を伸ばしクロスするように交互に背中からデコルテまで持ってきます。これもなかなか手が届かない時は反対の手で軽く肘を押すと届きやすくなります。これで肩周りの血流も良くなって肩こり解消にもつながりますし、私はデコルテ周りもふっくらしてきたように感じました。そしてここまでバストアップのマッサージなのに全然お胸に触れておりませんでしたが、ここからようやくバストに入ります。上の手を脇から中心へ、下の手を中心から脇へ円を描くように胸の形に沿ってなぞります。成人の場合はね寝ている間に本来お胸だったお肉がどんどん脇から背中の方に逃げちゃってる可能性も高いので、上の手でこっ
ちだよと誘導するように流します。で5から10回ほど流したら上下の手を入れ替えて、今度は下の手が外側から中心へ、上の手が中心から脇へ優しく流します。反対の胸も同じように。ちょっと一つ謝罪しておきたいのが、コメントで回すほど胸ないんですけどってたくさんいただいてて、私が前に回すってね紛らわしい言い方しちゃってたと思うんですけど、すいません。別にブルンブルン回したいわけじゃなくて、流れを整えたり胸の周りの凝り固まった筋肉や脂肪を柔らかくしたいので、円を描くように流しながら、ここにこんな形で胸が現れるとイメージしながら行ってみてください。徹底解説動画でもお話ししましたが、別にスピリチュアル的なことではなく、科学的にもねイメージの力大きいので。続いては脇腹あたりからまた手をクロスさせながらデコルテまで流します。これもあまり強い力でブンブンやる必要はありません。リンパの流れは緩やかなので、ゆっくり優しくこっちですよという気持ちで流しましょう。反対側も同じように。途中で手を離しちゃうとブルーンってなってクーパー靭帯がダメージを受けちゃうので、片手が離れる直前にもう片方の手で支えるの繰り返しです。この時バストトップも通ることで乳腺が刺激されて女性ホルモンの分泌につながるので、ちょっとくすぐったいですけどね、その辺も避けずに全体を洗うようなつもりで流していきましょう。で最後は脇の下に流すように。さあもうすぐおしまいです。両手で両胸の下のおへその上くらいからお腹のお肉もお胸に持っていくような気持ちでデコルテを通って脇の下まで流します。これも回数は全て目安ですが、5から10回くらい流したら、最後にもう一度液化リンパ節をほぐして集めたゴミをゴミ収集車さんに持って行ってもらいましょう。はい、お疲れ様でした。今はマッサージで流れが変わって水分やお肉が寄ってきている状態なので、長年の流れの勢いとか姿勢の悪さとか、ナイトグラムつけずに寝ちゃって寝ている間に流れ放題とかいう日常が続けば、そっちのパワーの方が強いのは当然なので、明日には元の場所に戻ってしまうでしょう。それでもね、毎日毎日継続することで少しずつ体もこっちに行く流れなのねと変わってきますので、最低でも2週間から2ヶ月くらい続けて様子を見てみてください。もちろん大人女子は成長期のような急激なスピード感と4カップも5カップもボリュームアップを期待するのは難しいかもしれませんが、中にはいらっしゃったので絶対無理とも言えませんが、昨日の自分よりは確実に少しずつ変わっていくので、やり始める時はね採寸しておいたりとか写真を撮っておくことをおすすめします。毎日の変化って気づきにくいのでね。あとたとえ2週間で大きくなったからといってよっしゃもうやめたって元の生活に戻ってしまったらダイエットとかと一緒で意味がないので、もうこれは歯磨きとかお風呂に入るとかと同じように毎日の生活の一部にしてしまうことをおすすめします。そうすればね年中美ボディをキープできるようになりますし、リンパの流れ血流が良くなるので体の調子とかも良くなってくると思います。もちろん生理中とか体調不良時はお休みしていいですし、妊娠中の方とか持病をお持ちの方はかかりつけ医さんのね許可をもらってから行うようにしてくださいね。部長と一緒にマッサージするだけの動画も出しているので、まずは80秒バージョンからでも一緒にやってみましょう。やってたんだけど続かなくなっちゃったのよって方も、80秒バージョンならね続けられるって感想をたくさんいただいているので、大丈夫、あなただけじゃない、続かないよねなかなか。だから今後はできるだけみんなが続きやすいように短めにした動画を作っていこうかなと思っております。まずは癖にせんとね、そういう習慣づけるコツは、あとマッサージを行うタイミングは、そして2つ目の習慣がストレッチです。やり方はね本当に単純です。座ったまんまできます。成長期を過ぎてからのバストアップなんて全部詐欺で結局遺伝とか豊胸でしょ。まず豊胸についてですが、